はい、慢性腰痛専門整体院兼院長の石村です。動画をご覧いただきましてありがとうございます。この動画では滑り症についてのお話をしていきたいと思います。まず滑り症っていうのはどういうことかというと、背骨がこのね、腰の骨、この模型でいうとこの辺りですよね。この骨がずっと前へ滑り落ちてしまうようなことを言います。この背骨のぐーっという中、脊柱管っていうトンネルがあって、この中に神経が通ってますよね。この神経が背骨がずるっとずり落ちることによって圧迫されちゃいます。こういうトンネルの中に神経がこう通ってるんですけども、これがこういう重なってるわけですよね。これがずるっとずり落ちることによってこういう神経をギュッと圧迫します。これで激痛が走るわけなんですけども、滑り症っていうのはここね、このね、背骨、この絵で見るところのこういうところ、大体こういうね、まあこのね、この辺りが滑りやすいっていう話が、いいか。このね、背骨のこれがね、一つこうにずっとずり落ちたりします。こうなってくると、この神経がこういう中をこうに通ってますが、ここでぐーっと引っ張られるんで激痛です。この辺りが激痛です。こういうところ。じゃあこれ何がじゃあこういうふうにしているのか。これお医者さんでレントゲン取ると骨がずれてるからこの神経圧迫してますね。そうしたらじゃあこれを手術してこの骨を元に戻してボルトで固定しちゃいましょうっていうようなことをしたりします。でもじゃあなんでこれが起きてるのかっていうのをまず考えないといけないんです。まず骨盤が前に倒れてその上にくっついている背骨がギューッと反らされるからなんですよ。反り腰っていう状態だからです。骨盤が例えばこうまっすぐいれば足がこうね、ちょっと絵が荒れないですけど勘弁してくださいね。これがねこうなっていれば骨のこの背骨のカーブって少しで済むんです。このね、もともとカーブがあります。これはこういう風にカーブがありますけども、このくらいのカーブで済んでます。こういう感じ、こういう感じで背骨のカーブはちょっとあります。で、これが前にこう骨盤が前に倒れることによって体がこういう風に前かがみになるので上半身が前に倒れます。頭が下に向きます。この状態じゃいられないんでぐーっと反らしてごまかして上半身を前に向けようとします。だから反り腰っていうものになります。じゃあなんで骨盤が倒されるのかっていうと、この骨盤の周辺こういうとこだったり背骨にくっついてる筋肉だとかが引っ張りが強くなっちゃってこういう風に引っ張るわけですよ。こういうとこにくっついてるのもこういう風に引っ張っていくんで体がこの状態からぐーっと前に縮められちゃって、こういうね縮められちゃってぐーっと前倒しになります。前倒しになるんでさらに滑りやすくなったところにこの骨にくっついてる筋肉が引っ張りが強いんでこれがずるっと滑ります。これが滑り症なわけです。じゃあこれを戻してボルトで固定したとしてここの骨盤の前傾が治るかって言ったら治らないですよね。この筋肉の引っ張りが強いんだから治せるわけがないんですよ。そして病院ではそういうことは見ません。そもそもレントゲンとかを見てみるってことは骨がずれてますね、反り上がってますねっていうことは分かったとしても筋肉は透かして見ているわけなのでそもそも筋肉は無視して見てます。なので筋肉云々のことはもう向こうは言ってくれません。ただ痛いっていうと炎症が起きてるから痛いんですねとかっていうぐらいのものなんで、でも実際にはこの筋肉が引っ張ってるから体が倒れてさらに骨まで持っていこうとするっていうところがすごく多いです。実際うちに来てもらってる患者さんで滑り症でしたとかヘルニアでしたっていうその診断を受けましたっていう人もおられます。そういう人たちはほとんどがやっぱり反り腰でここに反り上がってるから痛いんです。でもこれをねこういうところの引っ張りを強くしている筋肉を緩めることによって姿勢を元の状態、こっちの状態に戻せると痛みってほとんどなくなるんですよ。反りはなくなるわけです。反ってるとやっぱりこういうふうに刺激が
神経にぶつかったりするところがあったり、骨自体がこうにすったりとかぶつかったり擦れたりということがあるので痛いんだけども、こういう状態にちゃんとまっすぐする状態にすれば、筋肉だってここについてる筋肉がまっすぐ下にこういう風に向かっていくわけなんで、こっちからあれがあったとしてもですよ、こういうギューってなったとしてもこの姿勢でいられるんで、それほどきつくないんです。これがちょっとでも前にこういう風に持っていきたい筋肉が強くなるとこっちになっちゃうんです。これがギューッと倒されるんですよね。なので手術をしてこれをどうこうってする前に、こういった引きの強い筋肉を弱めることによって姿勢を戻し、さらにこの骨を引っ張ってるのをなくせば骨も元の位置に戻りやすくなります。で、戻らなかったとしても、この神経ってこの青く書いた神経なんですけども、これってヌルヌルの脂肪組織に守られてるんですね。うなぎみたいな状態になっていて、こういう神経自体、骨に脊柱管っていうトンネルがあって神経が通ってます。これがもう一個あって、これがずれてこうぶつかるんだけれども、ぶつかったところでこの神経自体はヌルヌルの組織で守られているんで、少しの状態は大丈夫だそうです。これの引きがぐっとさらに強くなることで痛いんですよ。実際うちに来てもらってる患者さんで背中をこうに触っていくとボコーンって骨が1個ずれてる人がいます。でもその人はもう背中痛くないって言ってるんですよ。腰が痛くないって言ってるんですよ。その人は何年か10年20年ぐらい前にそういう滑り症だとかっていう診断を受けた中で腰が痛かったそうです。でもそのままその筋肉が緩まったらしくて、骨はずれたままなんだけども、これ触っていてポコンってずれたままなんだけども痛みは全然ないそうです。通常通り普通に動けるし運動もできるしっていうような状態です。じゃあその人何が起きてるかっていうと、姿勢がちゃんと元に戻ってます。正しい姿勢です。でもずれちゃった骨はおそらくもう周りの組織なんかで固まっちゃってるんで戻らないかなと思いますけども、それ以上も動かないんですよ。筋肉が引っ張る筋肉が緩まってるんで、それ以上引っ張らないんですよ。だからずれていたとしても痛くないんです。この脊柱管の中に通ってる神経ってギチギチに入ってるわけじゃないんですよ。こういう風に隙間があります。ちゃんとこれが少し動いたところでちゃんと逃げられる遊びがあります。この遊び分だけこうずれちゃってるわけですよ。そしてさらにこれの引きが強いからこそ痛いんだけど、この引きもないわけです。なので脂肪組織に守られている状態なので全然痛みは感じません。だからこういう風にしてしまえばいいわけです。ということは、こういうところの引きの強い筋肉を緩めればいいっていうことになります。なので反り腰まとめます。この動画はちょっとまとめますけども、反り腰を直しちゃえば滑り症の痛みはなくなります。レントゲンで撮った時は骨がずれてるっていう症状は残るかもしれないです。骨は戻らないかもしれないです。例えばこういう状態でこういう風になっていたとしても、神経自体はこんな感じになるんで圧迫されてないんですよね。そうするとレントゲンで見ました、骨ずれてますよ、滑り症ですねっていう診断を受けたとしても痛くないんですよ。この人はこのままこういう状態を維持していけば痛くないんです。ただセルフケアだとかそういうものを怠っていくとまたこっちの方になってしまった場合、引きが強くなって痛くなる可能性はあります。なので本当に心配な人は手術をした方がいいのかもしれないんですけども、無理に体切って骨をいじってっていうことをする方が怖いと思うんですよね。なのでまず最初にやることは、この引きの強い筋肉、このお腹だとか太ももだとかこの股関節の近辺、この骨盤を前に倒してしまってるっていう反り腰を作る筋肉を緩めるっていうことがまず第一です。それでね、自分の方でもそういう動画を出してますので、そのね、この辺りでも
貼り付けておきますので、ぜひそれを試していただければいいかなと思います。はい、そんな感じででしてね、この動画ではこの滑り症の話はこれで以上になります。もし動画が役に立ったという方は、チャンネル登録ボタンと高評価ボタンを押していただいて、で、これからもね、こういったような情報をどんどん出していきますので、お見逃しにならないようにチャンネル登録をしておいていただければいいかなと思います。はい、それではこれでこの動画は以上になります。動画を最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。